速い、すげえ。いいね。いや。では今度は日産 GTR のニスモなんですが、やっぱ GTR といえばというかね、もうなんか土屋さんのなんかある種ルーツもなんかちょっと感じるような車なんです。そうですね、僕中学生の時にね、はい、やっぱり高橋邦光さんに憧れて、はい、箱スカ GTR18 歳で買ってみたいな、もどきにしてみたいな。なるほど。まあそこからね、そうですね。でそこから20何年経って32GTR が出て、はい、もうすぐ買いましたね。3号の、はい、まさに今2020年モデルなので最新のニスモですが、はい、どう GTR も歴史を重ねて、もともとはだって2007年に出た35 GTR って機械が速いで人間が余計なことしなくていいんですよっていうお車がやってくれる。そうそう、はい、だからすげえ速いと思ったんだけど、はい、3周乗ってもういいや。ああそうか。じゃあ逆に言うと自分で操って楽しいとかいうタイプの車ではなかった。でも今のこの35 GTR って、はい、ちゃんと荷重移動を起こさせる。ドライバーがここで右フロントタイヤに荷重を乗せてちょっとリアをスライドさせながら、はい、アクセル入れたら4駆で引っ張り出してくれるなっていうことを可能にしてくれてる。ボディも手入れてますよ、はいはい、そのもう 初期段階の 35GTR とはもう別物のボディ構成になってますよ。ただ、はいはい、それに対してその4軸に対してちゃんと荷重を乗せて、はい、車が荷重移動するような車に仕上がってる。なるほど。そうすると同じ3号でも操ってて感覚は全然別物だった。違いますね。あ、そうですか。これに乗るとね、はい、3周じゃなくて10周以上乗りたいっていう、我々みたいなやんちゃなドライバーに対してちゃんと答えるようになったの。それまでは答えないの。お前余計なことはするんじゃないっていう。なるほど。車から怒られてるみたいな。そうするとやっぱりこう我々やんちゃなドライバーからすると、はい、なんだ面白くねえな、なんだ速いだけじゃねえかっていう、それがね面白さが加わって、味がそうですね。出てきた。はい。なるほど。2007年デビューしたでしょ。もう12、13年経ってるわけじゃないですか。はいはい、スポーツカーとしてそれでも一級であり続けられるもんなんですか。これはね、はい、俺的には正解なんですよ。そのもう子供を育てるようなもの、はいはい、本当に20歳になるまで育てるっていう考え方としては、はい、この 35GTR に関してはポルシェと同じかなっていう。ポルシェって絶対買えないじゃない。911はね、もうスタイルと RR っていうのは買えませんよね、基本形は。ポルシェと同じ考え方で、どんどんこう煮詰めて熟成していってる車だと思う。レースで使ってるまんまのものを使ってます。でそれが一般のそのチューナーさんと違うところ、はい、ショップと違うところ、同じカーボンでもそのピンからキリまであるんですよ、値段って。カーボンと一言で言ってもね、だから同じドライカーボンですよって言っても、はい、その50万のカーボンもあれば、150万のカーボンもある。その違いは何なの？お肉と同じ。そうです。だから本当にそういうねところを地味にやってる。だからニスモっていうともうコンプリートカーですよ。ね。やっぱそこが違うところですよ。メーカーの吊るしの車をさらにカスタマイズしてコンプリートしたのがニスモ。だからもうなんだろう、ワンランク上の日産車。ベースの吊るしの GTR を買ってじゃあここまで仕上げるのに、あなた方いくらかかりますかね、足回りどこどこの足回り買いました、ちょっと違うな、どこどこの足回り買いました、これかなってやってるよりも、ニスモってそんなもの全部テストして、そうかその中でベストのものをつけてる。でしかもトータルでパッケージして、これからもうまるっきり違うものを作るって GTR っていうんじゃなくて、これをどんどん成長させているっていう、そこは偉いなと思いますよ。なるほど。じゃあ2400万納得できてきたかな。まあしょうがないかなと思いますね。マクラーレンのですね、720を一緒に持ってきてるんですけども、あちらはミドシップの2シーター、それに比べてフロントエンジンですし、後ろに狭いながらも座席がありますよね。4人乗れますよっていうだけで、これは2シーターカーですよ。いざっていう時にじゃあ駅まで雨だし、後ろに乗ってけよ、ちょっときついけどっていうぐらいのスペース、子供小学生ぐらいだったら問題ないですよ。大人だったらちょい乗りぐらいだったらちょっと送ってくよっていうぐらいのスペースはあるから。ポルシェ911も同じような感じですよね。だからやっぱりないよりはあった方がいいと思う。あと荷物がね置けますね。置けますからね。いや4シーターは
本当になんかこう後ろ乗りづらくても、はい、あった方がいい本当に何よりあるだけであった方がいい、ずいぶん助かる。そう、ん絶対あった方がいい。そうですね。でもマクラーレンもシンプルっていう話もありましたけど、やっぱこの GTR も乗るとなんかやっぱ見た感じが普通の車なんですよね。そう本当にそう本当にそう乗用車っていうかね、うん、本当にそう。なんかスーパーカーのワクワク感とはちょっと違いますよね。そうだね、その車高も高いし、はいはい、この辺見ても普通車だよね。そうなんですよね、子供を育てるとか子供の成長を見るように言ってましたけど、まずそうやって本当にどんどん成長してきている、まあ、こんなに立派になったのかみたいな。いや本当そう、俺からすると、本当よくこんなにこうまっすぐな子に育ったねっていうさなるほど、ね、嬉しくなっちゃうような、不良になんなくてそうですね、よくこんなこうさ、あんなこともできなかったお前がみたいな、いい子に育ったよねっていうさ、感じだよね。なるほど。だからやっぱ育ての親なのかなあ、そういう気持ちで、まあそう、確かにそうですよね。土屋さんなんかもう本当まさに GTR の育ての親とね、だって本当にこの子が生まれた時なんかは、本当なんかつくば3周乗っただけでもういいや、俺の言うこと聞かない車なんだよね。おー、なるほど。ただやっぱりその育てる人間が間違っちゃうと、その道ずっと行っちゃうしさ。ああ、そうか。やっぱいい育ち方したんですね。と思う。素直の子に育てたよね。分かった。だからこそ最初土屋さんがなんでお前こんな2400万になっちゃったんだよっていうのがあるのかもしれないですね。そういうやつじゃなかっただろうみたいな。そうなんだよ。その鑑別所に入って金かかって少年院入って金かかってね、そういうのがあって、今に至ってんだよね。そうですね。でもまあ今やね、それで世界に冠たるやっぱりねスポーツカーに成長したわけですよね。いやもう本当に世界中でやっぱりこの車は評価されてるしね、確かに速さはある、あるんだけど味も出てきたっていうさ。そうかそうかそうか。じゃあまさに今こうね、大人になっていい年頃になって、そう成熟したんですね。ということでね、今日はマクラーレンと GTR、もう日本とイギリスのスーパースポーツカーに2台ね乗っていただきましたけども、やっぱり対照的ですね。そうですね、これはもう本当にスーパーカー、スポーツカー、こっちはやっぱり GT カーの頂点っていう感じですよね。なるほど。やっぱりどうでしょう、土屋さんにとってこう運転する楽しさっていうのは、やっぱ同じようにあるものなんでしょうかね。まあこういうところ普通に乗ったら、どっちも乗りやすい。どっちも乗りやすい。どっちも乗りやすい。でサーキットに行くと個性が出る。個性が出るというと、例えばこの2台でいうと、これはもう本当にサーキットに行くと、ピュアスポーツカーの走りがちゃんとこうビタッとこう張り付いたような走り。なるほど。これはこれで暴力的な速さ、でやっぱりこう1800キロの重さが、その高速コーナーでは多少出るっていう、やっぱその背の高さ、そういう違いはあるよね。やっぱこう GT カーとスポーツカー、ただやっぱりラップタイムを測ると、世界のスーパーカーと遜色ないタイムで走る。それすごいですよね。いやすごいですよ。この形というかね、もともとが乗用車をベースにしたような形ですね。土屋さんにこれからもまたカープライブ出演していただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。